こんにちは。本日はチェンマイ在住者がチェンマイ旅行で行ってほしいスポットを厳選、1泊2日で回れるようなギュギュッとまとめプランを考えてみました。ぜひチェンマイ旅行の参考にしてみてください。お腹が減っては何もできないので、まずは朝ごはんを食べに行きます。やっぱり食べてほしいタイの朝ごはんの定番、ジョークというトロトロのおかゆなんですが、このお店は洋風な朝ごはんもあるので、数人の旅行でもおのおの好きなものが食べられます。お店は清潔感があって屋台が苦手な人でも大丈夫。何よりジョークがとっても美味しいです。注文するとすぐに作ってくれて5分くらいで出てくる。私は一番人気のポークジョークに温泉卵を追加しました。お腹を壊した日でも食べられそうなくらい優しい味です。素材本来の味なので朝から軽めに食べられます。熱々なので猫舌の人は気をつけて、卵が嫌いじゃなかったら絶対追加するの推奨。薄味で物足りないなって人は調味料がいろいろとあるので、お好みの味に調節してみてください。タイの濃い味に慣れてしまった私はガンガンかけて味変を楽しみます。ここのおかゆは量も多くて大満足です。最初に頼んだタイティー最後に来た。今日はハードなので糖分を補給しておきます。でも基本的には甘さ控えめで頼むのがおすすめ。ということで、まずはチェンマイで一番有名な寺院に向かうんですが、チェンマイの基本的な移動方法を紹介しておきます。まずはこの赤い車、ソンテウ。街中でも使えるタクシーのようなもので、乗り先を伝えると料金を言われて移動できます。チェンマイ中心地の移動は130円前後で、ドイステーブまでチャーターすると往復2500円くらいなので、大人数の時におすすめです。ドイステープ行きの乗り合いソンテオの乗り場もあり、人が集まるのを待つ必要がありますが、一番お手頃に行く方法です。次に難易度が高いけど利便性も高いのが、バイクや車をレンタルして自力で移動する方法です。バイクなら1日1000円ぐらいで借りられて、2人旅行なら1人乗りもできてコスパがいいです。でも落とし穴としては検問があるので、免許がなかったりノーヘルだと罰金も取られて高くつくことになります。事故もあるので玄人向けかも。次にグラブやボルトなど配車アプリを利用する方法です。車以外にバイクの後ろに乗るバイクタクシーがありますが、距離も長いので慣れてない人にはおすすめできません。車を呼ぶとボルトの最安値が約1000円ですが、注意点としてはドイステープなど遠い場所では帰りのタクシーが捕まらない可能性があり、待ってもらうには値段交渉が必要です。でも冷房の効いた車内で移動できるので、快適さと時短を求めるならタクシーがおすすめです。私は2人だったのと慣れていたので、自分たちでバイクで向かうことにしました。ドイステープに行く道の手前にワットパーラートという緑にあふれた寺院があるので、ぜひ途中で寄ってほしいです。寺院は露出した服装では入れないので要注意。結構歩くので水も買っておきましょう。なんか早速めっちゃジブリ感あります。本土を守る守護仏は上半身が天使で、下半身が竜の神らしい。ここはビルマ様式とランナー様式が混在した仏塔や仏像が点在しています。本堂は赤にゴールドの装飾が特徴で、空気感、雰囲気がとってもいいです。到着してすぐワットパーラートが好きになりました。ここは洞窟と仏像が融合した不思議な空間。白を基調とした他の寺院とは違う装飾が特徴的で、寺院ってどれも同じじゃんって思っている人も楽しめると思います。川も流れているのでマイナスイオン効果がすごいパワーをもらいました。チェンマイ中心地から20分くらいなので定期的に行きたくなるくらい良かった。ビルマ様式の古い仏塔が印象的で、 Google マップの口コミにもよく写真が載っています。滞在時間は1時間以上推奨です。時間に余裕を持っていきましょう。そしてトイレは無料でありますが、犬が当選簿してて怖い。意外と綺麗ですが紙はないので要注意。ソンテオなら最初の目的地ここにしても良さそう。遠いステープ駅に戻って結構くねくね道を登り続ける。わかりやすく見えてきました。
満足なお土産屋さんが並ぶのを横目に、まずは黄金の仏塔を目指して階段を登る。ケーブルカーもありますが、階段を登るなら歩きやすい服装と靴推奨です。お供えの花を売ってる方々、お土産屋さんもとりあえずスルーして、この長い階段を登っていきます。細やかな装飾が綺麗に見とれながら登る。この時間はもう人が多いので、人混みが苦手な人は早朝がおすすめです。普段の運動不足に効きます。登りきると受付があるので入場料支払い。いつまで新年祝ってるんだろう装飾。スルーせず敬意を払ってちゃんとチケット買いましょう。現金のみで1人30バーツ。買い出しチケットをもらうんですが、チェックされることもなく入れた。上まで行くとさらに人が多いです。ここで靴を脱いで仏塔へ向かいます。地面の装飾も可愛い。入ると中の黄金さにびっくりする。ここがベスト撮影スポットみたいです。100バーツで撮ってもらえるので記念におすすめ。先ほどの緑あふれる寺院とは打って変わって華やかさに圧倒されます。みんなが花を持って仏塔をぐるぐる回っているので、私も参加してみます。お花は入り口のところで買えます。高価なものがいい人はお花売りの人もいます。金額はドネーションなので自分の気持ちを入れましょう。お礼を伝えてお祈りに行きます。仏塔の入り口には念仏が書いてある紙があるので、お借りして念仏を唱えながらぐるぐると3回仏塔の周りを歩きます。1周目は仏壇に、2周目は前後に、3周目は僧侶に対して祈りを捧げるそう。常に誰かが仏塔の周りを歩いています。そして最後、見よう見まねでお供えしました。所要時間はお祈りも入れて40分くらい。とても綺麗で見るだけでも楽しめましたが、歴史を知ってから来たらもっと楽しめそうです。裏側にはチェンマイの街が一望できるスポットが、空気が澄んでいる時期はもっと綺麗なんだろうな。写真映えするスポットもたくさんあるので、ゆっくり写真が撮りたい方は1時間ちょっと確保しておくのがおすすめ。階段を降りるとご飯屋さんやお土産屋さんが並んでいるので、お買い物も楽しめます。食事も意外と安く現地価格で食べられる。お土産を見つつ疲れたので休むことにします。タイティーで糖分補給。お店がたくさん並んでいるから食べ歩きするのも楽しそう。3艇を乗り継げばさらに奥にある門族の村まで行ってくれるのがあります。私はバイクで移動します。結構くねくね道が続くので、酔いやすい人は酔いだめ必須です。あと雨季は急なスコールがあるので、大雨でこの道は怖すぎる。自分で運転するのはおすすめできません。20分ほど走ると門族の村が見えてきました。最後の坂めっちゃ急で怖い。次回はソンテオで来ようかなと思います。あとレンタカーは利用できない道が多いので、私は絶対選びません。第一印象は古びた観光地という感じです。平日の方がお店やってるのかな。でも絶対に行ってほしい理由が、チェンマイ一美味しいカオソイが食べられるから。さっきの門をくぐって少し歩くと左手にある老夫婦が営んでるお店。ビーフある？ビーフにする？歩いてるうちに注文完了。午前中に売り切れることがあると聞いたけど、今日は空いてたみたいでラッキー。調理場もこんな感じで室内なので安心かな。注文を受けてからテキパキと料理するおばあちゃま。確かにゴリ押しビーフが美味しそうすぎて、チキン頼まなくてよかったかも。なんて言わずにせっかくなんで食べ比べる。美味しそう。ちなみにカオソイとはカレーラーメンのような料理で、タイ北部の名物料理です。チェンマイ中心地ではたくさんカオソイのお店があります。念のため食中毒対策にカトラリーを拭いてから使います。唐辛子。おじちゃまがいろいろ説明してくれる。私はこの付き合わせが好きです。それではいただきます。こっちがチキンでこっちがビーフ。見た目は完全にカレーうどんです。うまい。ビーフシチューの牛ぐらいホロホロのビーフカオソイ、美味しすぎました。お値段は各340円です。並んでいるモン族のお土産屋さんはどれも可愛くて悩みます。衣装のレンタルもありました。派手で緑に映えそう。そしてここに住むモン族の方の生活を覗くこともできます。
どんどん登って見晴らしのいいカフェに向かいます。緑にあふれていて空気が気持ちいいです。怪しげなトイレ発見。もう少し登り進めるとカフェを発見しました。子供たちが自由に走り回っている。思ったより広めで席も多いです。満足の村を眺められる席が人気。ドリンクの価格帯は350円前後。私は甘いものが食べたくてアフォガード、そしてよそげの席がちょうど空いたので特等席をゲットしました。土曜日でもこの人の量いいな。入れるの難しくてこぼしまくった。でもコーヒーもアイスも美味しくて最高。疲れた体に染み渡ります。今は雨季であいにくの曇り空ですが、いい時期にまた来たら景色良さそう。ゆったりとした時間が流れて幸せ。おちび猫ちゃん見つけました。そしてカフェにちゃんとトイレあって安心した。1回入るのに約20円くらい入れます。髪は外なので要注意。流すときはこんな感じですが、清潔に保たれていてよかったんです。名残惜しいですが、チェンマイ中心地に戻ります。ちなみに満足な村まで行くのは大変だなという方には、チェンマイ中心地にも満足市場があるので、お土産はここでも購入できます。くねくね山道を降りて次の目的地へ。お買い物にぴったりのチェンマイでしか買えない商品が集まるバーンカンワットです。ここはクラフトマーケットが集まっていて、工芸品の工房ではワークショップもあります。大人から子供まで楽しめる空間です。気になるのがあればぜひ参加してみてください。ゆっくり見て回るなら1時間半くらいは確保しておくと安心です。素敵なお店だらけですが、個人的にリピートしている好きなお店を3つ紹介します。1つ目はオーガニックのジェラートが食べられるお店。気になるフレーバーを味見させてもらうこともできます。お値段も約160円とお手頃に食べられる。私のお気に入りはピスタチオ味です。2つ目はバーカンワット入ってすぐにある可愛すぎるキャラクターたちに惹かれるお店です。デザインが可愛すぎませんか？いつも来るとついつい何か買っています。そして向かい側にあるのが3つ目で手作りノートのお店。オリジナルノートが作れるワークショップもあります。いろんな素材が表紙になっているノートが並んでいます。手作りって一つ一つ少しずつ違うから真剣に選びます。今日はワークショップをやっていなかったので既存のノートを買って名前を入れたりしました。不器用なのでこれだけでも難しかった。バーカンワット以外にもチェンマイにはおしゃれで可愛いお店がたくさんあるので、他の動画でまた詳しく紹介します。お部屋に戻ってシャワーを浴びてゆっくりした後は夜ご飯を食べにブー型のお店へ。結構並んでるみたいで整理券もらいました。いつも並ばないので週末だけ混んでるのかな。ムーガタとはタイ式焼肉プラスしゃぶしゃぶ鍋のこと。15分くらい待ったら通してもらいました。席も広いし冷房もしっかり効いている。 QR をスキャンして自分のスマホからこんな感じに注文することができます。お肉以外にエビやポテトも注文できる。焼肉&シャプツル鍋は帽子みたいな形。お野菜や他のお肉は自分で取るビュッフェスタイルです。イカや白身魚もあってお肉以外も種類豊富。タレはパクチー系と辛いのしかないので苦手な方は持ち込みがいいかも。フルーツにアイス、ドリンクバーもついて約1000円と破格すぎる焼肉しゃぶ。煙もちゃんと吸い取ってくれる。席に戻ると頼んだものが届いてました。よく焼いていきます。まずは油っぽいお肉で鍋に油をひいてお肉をどんどん焼いていく。お肉も豚肉以外に牛と鶏もあってお肉好きには最高です。でもお肉の脂がしゃぶの部分に流れて後半は結構油っぽくなるので注意。お野菜もたっぷり取れて美味しいです。最後に良さげなアイスを食べて最高のフィナーレです。
酒の提供がなかったのでお気に入りのカフェバーへ移動。ここは DJ が時間によって変わって日本の曲を流してくれたりもします。タイといえばやっぱりタワービールですよね。飲みまくってこの後何も取れなかった。あとチェンマイはジャズバーもたくさんあるので好きな方は行ってみてください。おはようございます。2日目も早起きして活動していくぞ。ここは通称 JJ マーケットと呼ばれていて、週末にマーケットが開催されてお店がたくさん並びます。特に日曜日が盛り上がるらしく、私はいつも日曜日に行きます。お買い物したい気持ちを抑えて、まずは腹ごしらえに朝ごはん探し。意外と奥まで広くて飲食スペースにたどり着くまでに迷いました。土日はオーガニック野菜のマーケットも出ているので地元の方もたくさんいました。このさらに奥に食べ物スペースがあります。とりあえず人だかりができていた怪しげな壺が並んでいるお店で飲み物を買います。1杯約80円と破格。何かよくわからないから見た目で選んだ。続けて朝ごはんもゲットして座りたいな。朝早く来たけど結構人います。朝ごはん候補ありすぎて悩む。このおしゃれな小皿選ぶやつ人気みたいです。ロッティ焼いてるの見て甘い系にも惹かれますと思ったら人気らしいカオニャオムートートがちょうど揚げたて。見た目も可愛くて美味しそうです。揚げた豚肉ともち米の料理、めっちゃおしゃれバージョンです。でもちょっと足りなかったのでもう少し食べます。こっちのフライドポークも美味しそう。ということでいただきましょう。慣れた手さばきで切っていく。亀が多いのデフォルトなのかな。豚肉ばっかりなのでチキンも買います。ホロホロしてて美味しかった。各240円くらいでした。環境に配慮してゴミの分別もめっちゃ細かい。お買い物に戻ったりライブを聞いたりマッサージも受けれます。北タイの木槌を使ったトーク線を受けることもできます。クラフトの街チェンマイで一期一会の商品に出会いましょう。この時間になると人の量がすごいです。ちょっとゆっくりしすぎたのでちゃっちゃか次の目的地へ移動します。チェンマイ中心地からはバイクで40分ほど。ソンテウやツアーでも行くことができます。そして目的地は猫カフェならぬゾウカフェです。ずっと山道を行きますが、温族の村に行く時ほどくねくねしてないし、坂もきつくないのでバイクでも安心。道も広いのでレンタカーでも良さそう。エレファントカフェに向かう途中で急に出てきた真っ白な寺院。気になって細くて急勾配な道を10分ほど登るとすごい迫力のある寺院が出てきました。ワットプラタートシーアンポンというできたばかりの寺院のようで、観光客はほぼおらず、タイ人の方がちらほらお祈りに来ているだけ。穴場でとても良かったので余裕があれば寄り道おすすめです。エレファントカフェまではあと15分くらい。さっきから犬がちょくちょくいて突然動物飛び出してきそうで怖いです。入り口の看板が見えてきました。急に道が狭くなります。人が集まっているなと思ったら早速ゾウを発見しました。カフェはまだ奥みたいなので通り過ぎる。分かれ道を看板に沿って右へ。ここから結構急になるので2人乗りバイクで登れるか心配になる。無事にゾウが横切る世界に到着。意外とたくさんゾウがいてテンション上がる。ツアーの車が多いです。ほぼ自然なままな緑あふれるいい感じのカフェ。ゾウをスルーして先に餌を買います。約420円の餌はカビと虫だらけ。なるだけ綺麗なのを選んであげます。餌をあげやすいように高台なスポットがあり、カゴを持って人間が来るとロックオンされます。餌を食べるゾウがめっちゃ可愛いんで見てください。鼻を伸ばして器用に受け取る。かと思えば落として食べる。早い。餌を持っている認定された私はゾウから求められまくる。
最初は怖くて恐る恐るだけど、だんだんめちゃ愛おしくなってどんどんあげちゃいます。あっという間にカゴいっぱいの餌が空っぽになりました。ここは入場料などもなく餌代もお手頃なので、もう1個買っちゃいます。もしここで象に乗ってみたい人はプラス料金を払って乗ることができます。しかも象の背中には椅子などはなく直接乗れます。珍しいですよね。そのため必ず汚れるのでお洋服もレンタルして乗っていました。カフェのドリンクもお手頃で、コーヒーやタイティーは300円弱です。スムージーも約450円です。タイティーに取りつかれてるのかってくらい、いつもタイティー飲んでしまう。最後に少し触れ合って名残惜しいけど次の目的地へ向かいますと思ったら、帰りに道端で遭遇。最初はそこまで興味なかったのに、帰る頃には象の虜になってました。ちょっと山道をチェンマイの中心地の方に戻り、チェンマイの楽園と言われて話題の場所へ行こうと思いきや、途中で気になる建物を発見しました。噂に聞いていたチェンマイ一高さのある廃墟風カフェです。店内は結構綺麗で冷房も効いている。ドリンクは400円前後。お腹減ってたけど料理はないみたい。チェンマイってこんな感じのおしゃれカフェでもカードが使えなくて不便。ドリンクを受け取って上に登っていきます。最初に登る階段は思いっきり外で下が見えるタイプのやつだから、高所恐怖症の人は結構怖いかも。4階くらいまでは登れます。この階段はさすがに登れない。雨季は天気が変わりやすいので、めっちゃ晴れていい天気になりました。しかもチェンマイ中心地からはバイクで30分ほどと離れているから、人が少なくて貸し切り状態でした。トイレは綺麗だけど紙がなかった。さっきのカフェから5分ほどバイクで走ると目的地のスチームサウナが見えてきました。外観がもう可愛いです。なんかゲームの世界みたい。ここは3年くらい前にできた新しい施設で、来る人みんなが楽園だと絶賛しています。受付はこんな感じでソファーで作業している人もいます。料金は1人1260円くらい。時間無制限なので、時間に余裕があれば開店から閉店までいることもできます。料金にはお水代が含まれていて自由に飲めます。お水で物足りない人にはお酒もあります。丸っこい建物たちが全部かわいい。水着の着用必須でタオルはレンタルもできます。この建物はヨガマットもある整いルーム。スペースがあればどこでも自由に過ごせます。ここはトイレで、奥はシャワールームです。いやー、もう来て早々楽園を感じてる。スチームサウナのハーブは1時間に1回入れ替わるので何度でも楽しめます。この小さな丸い子がスチームサウナです。男女一緒に入れるのでカップルでも楽しめる。そして隣にあるのが水風呂ならぬ氷水風呂。めっちゃめちゃキンキンに冷たい。プールはちょっとぬるいけど水風呂っぽくも入れる。スチームサウナからアイスバスに入ってプールでぷかぷか浮かぶ。アイスバス冷たすぎてプールが温泉みたいに感じる。そして外気浴で整います。とりあえず一周したところで一旦お昼に。ご飯はザ健康おしゃれご飯なので、タイ料理っぽいのが食べたい人は途中で食べてくるのがおすすめ。でもタイ料理で胃もたれしていたらぴったりかも。ラオスのビールビアラオも飲んで、このチル空間最高すぎる。私は数回通ってますが、いつもは閉店までゆったり座っています。今日は早めにチェンマイの中心地に戻ります。夜ご飯は旧市街の奥にあるミシュランガイドに載っているお店エカちゃんへ。人気店なので予約しておくとスムーズ。 Facebook のメッセンジャーから予約できます。
英語のメニューがあり、写真付きでわかりやすいです。カレーが人気らしくてメニュー豊富、北タイな料理もありました。ビールもめっちゃ種類ある。せっかくなので私はチェンマイを。乾杯。まずは人気と教えてもらったビーフサラダ。続いて北タイの名物サイアウ。ハーブ大量ピリ辛なソーセージでビールと合う。そしてメインのエビカレーと可愛らしいお米。カレーはもっと汁気のあるものを想像してたけど、エビたっぷり入ってコクがあって想像以上に美味しかったです。次はいろんなカレー頼みまくってシェアしたい。お会計は2人で約4000円。日本でタイ料理食べる時の価格帯ぐらいかな。美味しいし衛生面も安心で、スタッフの方も親切なのでおすすめです。最終日の夜はまだまだ終わりません。日曜日限定のサンデーナイトマーケットへ。実は土曜日にはサタデーナイトマーケットが他の場所でやっているんですが、道が狭く人口密度も高いので、個人的にはサンデーナイトマーケットがおすすめ。規模も大きくっていろいろあります。でもグルメメインならサタデーナイトマーケットの方が種類が多かったです。サタデーナイトマーケットは他の動画で紹介しているのでぜひご覧ください。見て回るだけでも楽しいですが、お手頃で可愛いものがたくさんあるので、買い忘れたお土産があればここで買いまくりましょう。人気なのはタイのシルクと革製品かなと思います。革は無料で内裏してくれたりします。個人的にはお香系も好き。チェンマイ T シャツも発見。夜遅くなればなるほど人が増えるので、ちょっと早めに行くのが良さそうです。寺院もあるので立ち寄るのもおすすめです。きらびやかな仏像様を拝めます。足が疲れていたら約400円でフットマッサージしてもらえます。あと夜でも暑いので水分補給必須。水分をとって楽しんでください。チェンマイ最後の夜の締めは絶対に行ってほしいショーが楽しめるラムバーへ。ショーは9時40分からですが、ギリギリに来ると席が埋まってしまうので、予約するか9時前に来るのがおすすめです。なんと入場料は無料で、ドリンク1人2杯という料金形態。ソフトドリンクもビールと同じ約800円から。でも2000円以下で楽しめるので、絶対に行ってほしいスポットです。そしてここはゲイバーなのでゲイの方なんですが、めちゃめちゃ綺麗な人が多くて、こんな間近で見ていいのとドキドキ見とれちゃいます。バンコクでは行ったことないので比べられませんが、このクオリティでこの価格は大満足。でも男性は前の方にいると捕まる可能性があるので要注意です。最後にチップタイムがあるのでめちゃめちゃ弾んでください。ということで今回はこんな感じに厳選したけど、正直チェンマイは1泊2日じゃ全然足りない。美味しいグルメ旅だけでも楽しめちゃうし、おしゃれなカフェもたくさんあります。暑さや天候でスムーズに回れないこともあるので、最低でも2泊3日以上がおすすめです。最後にチェンマイ旅行の注意点はこんな感じ。